こんにちは、トバログです。ついにですね、Apple Vision Pro が日本国内でも発売となりました。今ね、多分動画撮ってるこのタイミングからすでに予約開始されていて、実際にね、手元に届くのは6月末だと思うんですけど、今までアメリカに行ってまで買うのはどうかなって思ってた人もね、ちょっと欲しくなってるんじゃないですかね。トバログこう見えても実際にね、アメリカまで購入しに行って約4ヶ月間ほぼ毎日ね、愛用者として使っているので、実際ここちょっときついよみたいなところとか、ここはいいんだけどねみたいなね感じで紹介しようと思います。ぜひね、もう買ってから後悔してほしくないというか、僕はすごいいいと思って使ってるんで、それねすごいいいぞって言ってるのに実際買ってみたら全然違うじゃんってなるのはねちょっと嫌なので、結構ね人を選ぶデバイスだと思うので、ぜひポチる前に皆さん見ていっていただけると幸いです。というわけで早速いってみましょう。はい、こちらがね、僕が普段使い続けている Apple Vision Pro ですね。多分ね、皆さんが想像しているものと違って、なんかコテコテといろんなものがついているんじゃないかなと思うんですけど、逆に言うとね、ここまでしないと日常的に結構快適に使うのはね、難しいかなっていう感じなので、こういう風にね、ちょっと改造をして今のところは使っています。というわけで、このままね、紹介するのもちょっと違和感があるので、一旦ね、標準モードに戻していきます。はい、これでね、同じ形となったので、これをベースにお話ししていこうと思います。はい、という感じで、まず皆さんにお伝えしたいこと、本当にたくさんあるので、ちょっとね、駆け足でいこうと思います。これ知っておいてほしいなって思うところ、一つ目としては、想像以上にね、おそらく持ち運びしづらいかなと思います。ビジョンプロね、メリットとしては、これさえ持っていけば、本当に空間全体がね、コンピューターとして使えて、画面いっぱいに動画を見られたりとか、あとディスプレイの代わりになるとか、その辺はすごいいいんですけど、いかんせんね、単体でこれを持ち運ぶのは結構しんどいですよね。これね、本体だけで言うとここだけなので、結構ね iPhone ちょっと分厚くしたかなぐらいの感じなんですけど、実際にね使おうとするとこういうねフェイスシールドみたいなのが必要だし、ここがね曲がらない構造になってるんですよね。フレーム部分が曲がらないので、結構こう頑張って持ち歩いても、最小でこのぐらいなんですよね。でこのバッテリーとかも結構重いし、前面もね割と重たいので、持ち運びのしやすさだけで言うと iPad とか MacBook の方が全然持ち運びはしやすいと思います。で当然60万円もするガラスのデバイスで結構ね取り扱いにも気を使うので、やっぱりね標準のケース欲しいじゃないですか。でこの標準のケースがまたでかいんですよね。こんな感じで Vision Pro をこういう風にしてね持ち歩くわけなんですけど、結構ね車移動をベースとして考えられているらしくて、頑丈ではあるんですが、このままね持ち運ぼうとするとかなりのサイズ感になります。これねちょっと画面上では分かりづらいと思うんですけど、めちゃくちゃ待ちがあって割と重たくてこの感じになっちゃうんですよね。で電車移動の人だとおそらくねこういうバックパックを皆さん持ち歩くと思うんですけど、バックパックにこうガバッとね入れると、これ結構大容量で待ちが広めのバックパックなんですが、割とこれでパンパンなんですよね。これでいっぱいいっぱいになってしまうぐらいで、あと入れられるのは充電器と、MacBook とかそういうのとか、あとガジェットポーチかなぐらいの感じなので、結構ね持ち運ぶバックパックも選ぶかなと思います。このサイズになると、ぶっちゃけ今日は iPad でいいかなみたいな感じになっちゃうし、外でね使うのも割とまだまだ恥ずかしいので、日常的にね持ち歩くことを想定しているとちょっとサイズ感はしんどいですね。実際ねここの柄の部分はSIMピンで取り外せるので、僕の場合ここまで小さくして持ち歩いたりもするんですけど、ちょっとカフェで使うのも恥ずかしいし、そんなにね頻繁に持ち歩くってことはなくて、旅行とか終日ね本当に作業しながら出かけるとか、そういうね限定したシーンで持ち歩く感じですね。ちょっとねこの SIM ピンで取り外すのもやっぱり端子がねむき出しになっちゃうから、ちょっとね怖さもあるんですよ。そういう点で最初は持ち歩くと思うんですけど、日常的に持ち歩くってなると結構でかいので、その点注意が必要かなと思います。続いて知っておいてほしいこと2つ目としては、思ったよりも重くてでかいです。結構ねこれ見た目的にはスタイリッシュに見えるし、実際にねデモを試した段階だと、あれ意外とここ柔らかくてフィット感いいじゃん、これならずっと使えそうって思うんですけど、実際にね購入して1日2時間とか3時間とかつけようとすると、ここがね重たすぎて結
構しんどいです。個人差はあると思うんですけど、普段ねメガネとかヘッドホンとかをしない僕にとってはかなりきつかったですね。ただね頭に被るだけじゃなくて、これ構造としては完全にここがめちゃくちゃ重いんですよ。なので重心バランス的に圧倒的にこの前側に重心が来るんですよね。でこの重心が来る位置、ここが一番ね強い重心がかかるので、ここにね来る圧、これをねつけたとしてもここ柔らかいんですけど、ほっぺが結構ねしんどくなります。本当にねこの状態で1時間とか使ってると、ここがね赤くなってくるし痛くなってくるし、擦れてねちょっとしんどいなっていう時も結構ありますね。なのでトバログは普段ね家の中ではこういう風にちょっとデスクトップ感のあるダサい感じでねこういうモジュールをつけたりとか、あと持ち運びの時はねなんかバンドみたいなのを巻いて、直接ここにね重心がかからないように頭に重さを分散するようにね工夫したりはしてるんですけど、逆にそこまでしないと日常的にディスプレイとして使うのはしんどいかなと思います。僕普段からビジョンプロをディスプレイとして活用するっていうのをやっていて、完全に今モニターはこれに置き換わってる状態なんですけど、標準装備のままね、置き換えようとすると結構しんどいですね。ここはぜひ知っておいてほしいことだし、ハード自体のね設計はアップデートでも変わらないので、この辺結構気になるなっていう人は、次世代まで待つっていうのも手かなとは思います。そもそも欲しい人は多分この動画見る前に買ってますからね。はい、続いて現状の話なんですけど、3つ目としてはこれね今日本語対応して単体でもね作業できるようになったんですけど、ぶっちゃけ作業はしんどいです。はいっていうねいやこれちょっとね言語の問題っていうか結構難しいですね。例えばこういうアプリで言うとノーションのアプリとかが結構ねイメージしやすいかなと思うんですけど、よいしょ、これは間違えた、これ検索する時とかに打つ分だと割とねちゃんと使えるじゃんと思うんですけど、長文を入力しようとすると結構ね割としんどいです。これは腕をね上に上げてこうやって入力するっていうのは結構しんどいかなと思っていて、一応ね今 HHKB がつないである状態なので HHKB で快適に日本語入力できますみたいな感じなんですけど、これはねすごくいいんですよ。こんな感じで変換とかもここで見ながらできたりするんで、割とね使えないことはないんですけど、このね変換のやつとかもちょっと下にあるので、例えば日本語を打とうとする時にここでね変わらずにこっちを見ながら変えていくんですね。であれどこだっけみたいな、一応タブで切り替えられるんですけど、基本的に操作はねマウスじゃなくて指と目線で行うので、どれだっけ、日本語にしたかったんだみたいな、こんな感じでここのねこれがちょっとね被写界深度というか深度が割とこっちのピントとこっちのピントで変わるので、このね目線の動かしとかで意外と日本語入力は深度差もありますねって感じとかね。例えばねこんな感じで操作していくんですけど、 iPad だとねトラックパッドが使えるからまだいいんだけど、Vision Pro は今ねVisionOS2.0 になるまではマウスが使えないっていう風にされているので、基本的に作業しようとするとこんな感じなんですよね。これちょっとコピーしたいんだけどみたいなとかもちょっとねめんどくさいです。指で動かしながらやらなきゃいけないので、ちょっとね指で押してペーストを選んでとかね、こういう感じとかがすごくしづらいので、現状やっぱりねマウスが使えない状態だと割としんどさはありますね。一応ね Apple のマジックトラックパッドが接続できるので、ああいうのを使えば割とねカーソル操作はできると思うんですけど、Vision Pro 単体である程度作業したいってなると iPad で単体で作業するよりも結構ねしんどさはあるかなってところですかね。これは知ってほしいポイント4つ目としては、パススルーすごい綺麗なんだけど日常生活送るにはしんどいです。装着する時点で結構ね大変なので、そんな日常生活を送る人はいないと思うんですけど、思ってるよりもなんかね日常生活をするのはちょっと面倒ですね。はい、パススルーをするとこんな感じですね。今手元にあるものとかこうやってね映像上だとすごい綺麗に映ってると思うんですけど、実際に見ると割とねざらつきがあって、本当にね綺麗ではあるんですけど、現状の技術で言うと綺麗っていうだけで、本当に高額のねサングラスをかけた
時のようなねスルー感はなく、デジタル上の綺麗さって感じですかね。で結構ね、日常生活でこのままつけながらね Kindle 読むとかも割とするんですけど、しんどい点で言うと携帯にねなんか通知が来た時に結構ね画面が見づらいので、メールとかの通知は Vision Pro の方で見ればいいんですけど、例えばね電話の SMS 通知みたいな SMS でコードが送られてくる時にこっちで開くとこっちを取り外して、でまたねつけると電源がこれスリープ状態になってるのでパチンってオンにしないといけないとか、そういうちょっと煩わしさはあります。パススルーはね結構綺麗ではあるんですけど、こうねなんか紙のものを読んだりとか、情報をねこうやって見たりするときは普通に裸眼で一回いつも確認してるので、やっぱりね気持ち的にはちょっとね不自然な感じはあるんだと思います。あとそもそもね iPhone を使ってたらiFace フェイスでこうなんかパスコード解除とかができないので、その辺のね理不尽さはあります。 Galaxy だとめっちゃ相性いいんですけどね、なんか指紋認証できるから、それがねちょっと整合性が微妙なところですね。あとねキョロキョロするとそもそも結構重くて疲れたりとか、あと真下を見たり別のね方向を見たりするとちょっとねここが緩んでふわふわ浮く状態になったりするので、そういうなんていうんですかね、言語化しづらいような地味な大変さがあって、日常生活でつけ続けながら空間にいろいろ物を置いたりっていうのは現状はねちょっときついかなと思います。であと地味に気になる点で言うと、やっぱりねこのバッテリー部分が割と重たくて、コードがついているので技術的にしょうがないところであるんですけど、こうやってね、作業してる時にピンポーンとか言ってAmazon 来たみたいな、ヤマト来たとかなると、これがね何回かガチンって落ちちゃったりしてます。で割と重たいのでマンションとかだとねバーンって落ちると下に響くとか、あとそもそも壊れちゃうとかで、それをね回避するためにこれをねポケットに入れるんですよね。こうやってね使ってて、ちょっとトイレ行きたいなとか言って外した時にこうやっていくと、ここにバッテリー入ってるのを忘れてこのままねビジョンプロが落ちちゃうっていうことも、何回かねそうやってこれ自体がね落ちてしまうっていうこともあったりしたので、その辺考えると日常的につけっぱなしっていうのは結構、しんどいかなと思います。パススルーがちょっとね厳しいっていう、テキストとかそういう紙の資料が見づらいっていう点と、やっぱりねケーブルがつながっているので日常的につけっぱなしは若干きついかなっていうのが正直なところですかね。基本的な使い方としてはおそらく腰をこう下ろして、その状態でねコンテンツを見たり、作業をしたりとかで割とこうデスクトップ的にね使うっていう感じのスタイルになるかなと思います。であとねここ伝えておきたいっていうのだとバッテリー持ちですね。バッテリー持ちは相当悪いというか、気づいたらもうすぐねバッテリー充電しておかないとダメなぐらい結構しんどいかなと思います。ビジョンプロね単体で言うと、2時間とか3時間近く持ったりするので、東京から大阪間で映画を見たりとかね、そういうのだったら全然、バッテリー持ち問題なく使えるかなと思うんですけど、問題はね MacBook と接続した時ですね。なぜか MacBook と接続してる時はめちゃくちゃバッテリーの減りが早くて、多分1時間ぐらいしか持たないんじゃないかなと思います。理由としてはねやっぱり常にこうパススルーで周りを表示させておいてるし、通信でねもう常にねこの MacBook と短距離でこう通信しながら使っている。しかもこのリフレッシュレートというか動いた時のね、画面の切り替わりとかも半端ないので、そういう理由からかなり短命なのかなと思うんですけど、バッテリー持ちはね MacBook と接続した時は結構しんどいです。なので電源がない場所で Vision Pro とね MacBook を接続して、長時間使うっていうのは難しくて、本当に1時間ぐらいしか使えないので、基本的にはカフェとかねコワーキングスペースとか充電ができるテーブルがある場所でかつ充電しながら、これをねほぼ有線ですよね。これを AC アダプターに接続しながら使うっていうのが結構ね現実的なラインかなと思います。Apple 交渉の2時間半ぐらいの時間は単体でね映画を見たりとかそういう時に使った時間っていう感じで、そこだけはねちょっと覚えておいてほしいかなと思います。一応ねここパチって取り外しできて、すぐにね交換できるようにはなってるんですけど、これ自体結構重たいし、それなりに高いので、ちょっとね現実的ではないですかね。なので、基本的には有線で使いつつ、本当に外でどうしても使わなきゃいけないって時だけバッテリー運用みたいな、そういうね使い方になってくるんじゃないかなと思います。ちなみにね MacBook をこうやってね接続する使い方は本当に快適です。重さとこの物理
的な圧力みたいなそういうのをね抜きにすると本当に完全に僕の場合は作業をねこの仮想ディスプレイに置き換えられるなっていうのがあって、実際ね物理モニターも一回戻して使ってみたんですけど、なんか色合いの快適さと解像感とかがねかなりビジョンプロの方が好みだったので、今はねビジョンプロで使っています。サイズもねこんな小さい、もうこんなちっちゃい手のひらに収まるぐらいのサイズ感から本当に大きくするとねガシッとこのぐらいまで置くことができて、しかもね角度もこう自由なので首がね意外と疲れないんですよね。首とかは意外と疲れなくてすごいいい感じなんですけども、ちょっとね気になる点としてはこの明るさですね。今はね昼間なのでいいんですけど、夜ちょっと暗い場所で作業したいってなるとこの画面の明るさって変えられないんですよ、マニュアルで。もしかしたら VisionOS2 とかから変えられるようになるかなと思うんですけど、このね白とか眩しい感じの全体の画面がバッて広がるのでかなりね目が疲れるかなと思います。で結構ねイマーシブモードとかは割と好きで使ってるんですけど、暗いようなシーンとかだとこの明るさが、一応ねオートで変化はしてくれるんですけど、白がね強すぎるっていうのはちょっと気になるところかなと思います。一応ねアクセシビリティの設定でホワイトポイントを下げるっていうのが一応ねできたりはするんですけど、これをね下げたところで結構明るさもきついし、割とここにアクセスするまでもね面倒くささはあったりするので、このねホワイトポイントの下げ感というか、ここのね明るさをもう少し自動で変えられるようにはしてほしいなと思ってます。であと一つ知っておいてほしい点としては MacBook と接続した時に音はね、伝達されないんですよね。多分音だけ遅延が出るからなのか、このねモニターだけで音はイヤホンワイヤレスイヤホン使ったりヘッドホン使ったり本体から流すっていう感じなんですけど、これはね地味に結構動画編集とかをしてると音の確認とか大事だったりするので、ちょっと気になるところではあるかなと思います。なんならもうこれとかじゃなくてこの部分をね直接こう Mac からこう給電できるような仕組みにしてほしいですよね。なんか映像も含め、それだと全く多分遅延とかなくなるし給電もできるから一石二鳥だと思うんで、そういうねモジュールとかが発売されたら嬉しいなとは思ってます。知っておいてほしいことこんなところかな。あとは地味なんだけど、これね、ここから音が出るので意外とこれで迫力のある音を楽しもうとするとすごいね音漏れがすごいので、本当にこの首から引っ掛けるスピーカーぐらい音漏れするので、電車の中とかだとおそらくこれプラスイヤホンとかで使うようになるかなと思います。その辺はねちょっと心配するところではないですかね。実際きつい面だとやっぱり装着感とかこの重さだったりすると思うので、ここは結構本当にね人を選ぶところだと思うから、実際こう気にしておいてほしいポイントではありますかね。ぜひねもう買ってから後悔してほしくないというか、僕はすごいいいと思って使ってるんで、それねすごいいいぞって言ってるのに実際買ってみたら全然違うじゃんってなるのはねちょっと嫌なので、あくまでねちょっとネガティブな面を強めにね紹介しています。もちろんね本当にいいこともたくさんあって、ディスプレイ普通にモニターなんか物理モニターより好きなんだけどみたいなのとか、あとは意外とね眼精疲労はそこまで気にならなくて、この側圧とか顔への圧迫感の方がしんどいよとか、意外とこうね装着したままこう画面をね上に向いたりとかできるから、モニターよりやっぱりフレキシブルにいろんな場所に置きやすいから、その辺でね結構肩こりとかが今のところそんな気にならなくなってるなとか、そういうね地味ないいポイントもたくさんあります。そういうのはねこの動画でも結構まとめているので、そちらもねぜひチェックしてみてほしいところですかね。いやいろいろ言ってはいるけど、このねハードウェア単体の実用性っていうよりは現状はねロマンというか、これをね使ってなんか日進月歩していくテクノロジーを見るのが楽しいみたいな、そういうスタイルでいるのがすごくいい端末かなと思います。今回の日本語入力できるようになったっていう点でもねもう感動してちょっと泣きそうになりましたからね。そういうぐらい、まだまだね全然黎明期というか本当に世に出始めたばっかりのデバイスなので、いろいろとねこう一緒に成長していく過程がすごい楽しみっていう感じですかね。はい、という感じでちょっとね長くなっちゃったんですけど、これで動画終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にもビジョンプロのね買ったよっていうレビューだったりとか、実際どうなのみたいなところとかもね結構紹介しているし、あとメタクエスト3とかとね比べて実際どう違うのかとか、そういうのもね紹介しているので、ぜひ過去動画もチェックしてみてください。それで気に入っていただけたらぜひチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。
なんだかんだ言っていいんだよな。この装着感だけはな、ちょっとあれなんだけど、まあちょっと次のモデルに期待したいところではありますかね、この辺は。